コスモスを描こうと思います。今年初めてのコスモスの絵です。今日の紙ですがラングトンです。5F サイズです。絵の具はホルベインです。クリムソンレーキ、オペラ、レモンイエロー、サップグリーン、セルリアンブルー、コバルトブルー、ウルトラマリンディープ、バンタンバ以上8色でね描こうと思います。じゃあ早速ね下絵を描いていきます。今日の光は右上からにしておきます。そうするとこの中心あたりに主役の花を一輪置きます。左下からこう先登ってきましたよっていう感じですね。白い花もね欲しいわけです。真っ白っていうわけじゃなくていいんですけど、全体的に白っぽい。その白い花をこんな風にね配置してみようかなと思いますね。全部で5つ、ここにねちょっと下向きに6つ目をね白っぽい色で描こうと思います。花びらね8枚ですね。だいたい実物大っていうことで描こうと思います。じゃあねちょっと下絵を描いてみますね。もう葉っぱとか色のついた花については下絵を描きません。白い花のみちゃんと花びらまで描いてみます。はい、一応ね白い花に6個ね描きました。スキング液で葉っぱをね抜いておこうと思います。こちら左下から上に向かって先登りましたよっていうことなので、はい、この辺もねちょっとだけ抜いておきますね。はい、じゃあねこれ乾く間に色見本を作っておきますね。まずねオペラです。薄くしますよ。これが今日の一番多いピンク色の花っていうことになります。で少し赤くしようと思います。クリムソンを入れますね。それから影の色としてこれにサップグリーンを入れて赤紫っぽい色にします。基本これだけぐらいの間で作っていくっていうことになるかなと思います。で葉っぱの色なんですがあまり綺麗な緑色だとちょっとまずいので、これにセルリアンブルーとバンタンバと混ぜてしっかり灰色っぽくします。このくらいでねだいたいもうあまり変わった色は使わずにあっさりと仕上げていこうかなと思います。ぼつぼつ乾いてきましたので下塗りに入っていこうと思います。まずレモンイエローです。これをうっすらと右上からの光っていうことで右上あたりにねかけておきます。花びらの中は避けるっていうことでうっすらとねかけておきます。はい、もうほとんどね取ってしまうぐらいのつもりで始末をしておきます。はい、その次にオペラですね。ちょっとこれだと派手なので気持ちセルリアンを入れて少しね紫に傾けます。しっかり薄めてこの白い花びらは避けるっていうことでこれの外に持っていきます。あまり厳重に考えなくってもだいたい避けていればいいかなっていうことです。はい、これもしっかりぼかします。はい、じゃあこれにクリムソンを足します。少し赤くします。これをどちらかというと左側です。左側に入れていきます。はい、これもしっかりぼかします。じゃあちょっと始末しますよ。
ちょっとここの黄色が目立ちすぎるのでこの辺りにもねほのかに入れておきます。はい、そして今度は葉っぱの色ですね。サップグリーンとセルリアンとバンタンバーっていうことで、もうこの辺の色も一緒にしてしまいますね。はい、うっすらと置きます。しっかりぼかします。下塗りですのでね、あまり厳重に考えない方がいいかなと思います。で、特にねこの辺はね青っぽくしたいのでしっかりセルリアンを入れておきます。はい、これもしっかり取っておきます。ピンクの花びらです。オペラだけだとちょっと派手すぎるので少しセルリアンを入れます。で、薄くしますよ。この白い花の向こう側にピンク色の花があるんだよっていうこと。ここが中心で、ここから同じような向きをね向いて開いていましたということで書いておきますね。ちょっと派手かな。もうちょっと地味にします。クリムソンレーキを加えました。ちょっとねピンクがちょっときついと派手しいと言いますか、落ち着かない感じもしますので赤みを加えました。これ水取っておきます。わざとねまだらにします。はい、こういう花をね何箇所か作ります。同じ系統の色でねちょっとぐらいね赤かったり少し紫に傾いたりっていうパターンを変えるっていうことはいいんじゃないかなと思います。白い花は周りに赤色があることによってくっきり出てくるっていうことですので、白い花がポツンと空間の中に取り残されるっていうのはあんまりよろしくないわけです。だいぶね足しました。ここにもねうっすら入れときますよ。ここあまりにも広いのでね、こんな感じでね、でちゃんちゃんと取っておきますよ。こうやってね押さえておきます。はい、まだらまだらにしておきますね。ここにもう一輪入れときましょうか。ちょっと下がった感じのとこにね。はい、今度はねこれにクリムソンをちょっと多めにします。コバルトブルーをちょっぴり入れますね。少し暗い感じの色にします。これと重ならないようにずらして描くっていうことですね。ちょっとこちら寂しいですね。ここに何もないっていうのはまずいので、ここにも作っておきますよ。マスキングしているので、マスキングの上から描いても手前に葉っぱが来てましたっていうことになりますのでね。はい、そして今度は茎の色、葉っぱの色です。ちょっと暗くしたいのでウルトラマリンディープとバンタンバーを足します。なるべくね伸びやかにやっていきますよ。でマスキングはしてるんですけど、あんまりそれを気にせずにね、今塗ったばかりの花のところはちょっとこう避けないとにじんでしまいますのでね。葉っぱね結構カーブしてます。細くって先が少しとんがってるんです。直線っていうよりも曲がった感じでふんわり描かれた方がいいかなと思います。はい、じゃあこれで一旦乾かします。だいたい乾きましたので全体の調子を整えていきます。今のところそんなに明るいくらいの差がないわけですが、しっかり差をつけようと思います。
セルリアンブルーとオペラですね。これで、結構これ赤紫っぽいですよね。これをこっち側ですね。白い花だけは避けますが、すでに塗っているピンクや赤い花の上はもうあまり気にしないでざっくりね入れていきます。はい、しっかりぼかします。でもうちょっとセルリアン増やしますよ。もうちょっと青っぽくしますね。真ん中あたりですよね、この。でこのあたりすでに黄色を塗ってたりはするんですけど、あまり気にしないでセルリアンを入れていきます。でこれもねしっかり伸ばしてください。はい、伸ばした後でしっかり取ってしまいます。でね、白い花の周りがちょっと明るくってまだ白い花が出てきていないので、オペラとセルリアンで綺麗な赤紫作ってちょっと補強しておきます。全部っていうことではないんですが、一部入れておきます。ある程度ね白い花がくっきり出てほしいわけですけど、全部花の形で出さなくてもいいかなと思います。はい、もうちょっとね暗い紫作ります。クリムソンレーキにコバルトブルーです。こっちの方にねもうちょっと入れておきますね。はい、だいぶね明るい暗いっていうのが整ってきたかなと思います。紫が多くなりましたのでオペラをね気持ち復活させておきます。特にこの中心部ですよね、しっかり暗くしようと思うあまりにピンク色がねちょっと減っちゃった感じがしますので、ピンク色を補強しておきました。この辺ですね、この辺もちょっとねピンクを補強しておきますね。なんといってもね主役の色はピンク色ですので、あんまりピンクが少なくなっちゃうとちょっとまずいかなっていう気がします。はい、ピンクだいぶ増えました。じゃあこれでもう一回乾かします。はい、全体のね色調が整いました。今度はねここの白い花の縁ですよね。縁がちょっとはっきりしないので、重点的にねそこははっきりさせておこうと思います。今鉛筆の線があるから分かるわけですけど、もし鉛筆の線がなかったとしたらちょっとこれね認識できない感じがしますので、もうちょっとね補強しておきます。ここですね、こう最後までこう詰めておくっていうことですね、花びらのね。ここですよね。ピンクではちょっとまずいわけです。青紫でやっておきます。はい、それじゃあこれで乾かしてマスキングと鉛筆の線とできる限り取っておこうと思います。はい、綺麗にねマスキング液を落としました。から取れる範囲で鉛筆の線も取りました。
ラングトンですから、なかなか取れないっていうのはあるんですけど、まだ色が入っていないところはだいたい取れたかなと思います。マスキングを取った後に白い線がちゃんと残って出てきたわけですが、この線をそのままにしとくということではないんですね。この線の上からさらに重ねていくっていうことになります。あんまり暗い色でやっちゃうと、何のために白色で抜いたんですかっていうことになりますので、薄い柔らかい色でやっていきます。完全に潰すっていうことではなくって、白いところも残しながら塗っていきますね。白い花びらの重なりです。ある程度は色でいくんですが、鉛筆の線をほぼほぼ消しましたので、少し頼りがない感じがするわけです。ちょっとこういうふうにね、線描も入れといてもいいかなって思います。まだ色を重ねていくことはいくんですが、全部色で表現しなくっても、軽い線描でことが足りるっていうこともあるわけですので、ちょっとだけ線描を入れておきました。はい、そしてレモンイエローを真ん中のここにちょっと垂らしておきます。ちらっと見えてますよっていうところにもね、ちょっと黄色を入れておきます。少しね、ぼんやりさしときますね。はい、じゃあもうちょっとね、葉っぱを足しますね。はい、だいぶね、葉っぱを足しました。ここで葉っぱと葉っぱの隙間ですね、少しね暗くします。これをすることによって白い葉っぱが浮き上がってくるっていうことになるわけですね。葉っぱの方が明るくって隙間の方が暗いよっていうことなんです。すごく細かいんですが、これをすると非常にここがね、繊細な感じになります。全部にするわけではありません。この辺りだけね、集中的にやります。それと花びらの赤いところですよね。しっかり赤みをつけたいと思います。クリムソンにちょっぴりコバルトを入れます。例えばこういうところです。ここはまだね、これといって花びらを描いていないので、ここにもちょっと入れますね。そしてここですね。こういうちょっと連なった感じもいいかなと思いますね。なんでこんなにプツプツ描くかっていうと、一番奥にあるので葉っぱで遮られてますよっていう、そういうことなんですね。はい、そしてここにもう一つね、はい、こんなもんでしょうか。おしべめしべのね、プツプツをね、ここにちょっと入れておきます。形とか色とか、微妙に変えていってください。均一にしない。白い花の暗いところです。うっすら色をつけます。薄紫ぐらいでいいんじゃないかなと思います。そして額ですよね。額もね、もうちょっと分かりやすく、
それとつぼみですよね。例えばこんな感じでつぼみがついています。だいぶここね乾いてきました。ここをねちょっと暗くしておきたいので、コバルトブルーとセルリアンとちょっと合わせるぐらいの色でしょうか。もうちょっと出さないと途切れてる感じがしますので、もうちょっとねこうやって想像で描いているわけですけど、葉っぱによって途切れて見えるのがあっても不思議はないよねっていう感じですよ。ここをもっと暗くしないといけないと思います。暗くはするんですけど濃ゆくはしない、薄いけど暗いっていう色がいいかなと思いますね。同じような形にならないように気をつけてください。それからここの花びらの形が少しつまらない、主役ですので柔らかい線が欲しいかなと思いますので、ここを頑張って広げますね。じゃあね、その辺直してここをちょっと暗くしてもうちょっとこれを足しますよ。あとこういうね額をもうちょっと詰めてみます。はい、だいぶねここを足しました。赤いねプツプツと、さらにその上から少しにじませるっていう作業です。ここがあらあら乾きましたので、仕上げの色を入れていこうと思います。暗くしたいんでセルリアン、コバルトブルー、少しバンタンバーを混ぜて少し灰色に傾けます。ここが一番暗いよっていうことで、だんだんこっちにね降りてくるにつれて比較的ねここは明るくします。はい、水筆でしっかりぼかします。下に描いたのをね潰さないように上からそーっと色を重ねていくイメージですよね。ちょっとここがね広いかなと思います。もうちょっとここね明るめの灰色、セルリアンとバンタンバーで埋めておきます。それからここの黄色がねちょっと弱い感じがしますので、レモンイエローをもうちょっとねかけておこうと思いますね。これもねそーっとかけます。下にね塗ったのが浮き上がってこないようにそーっとかけますね。もう少し伸ばしておきますよ、気持ちね。ほぼほぼ出来上がったような気がします。ちょっとここをねもうちょっとここを暗く、赤色でねちょっとこの辺暗くしておきます。からここがねプツプツ途切れた感じがしますので、この上からもう少しね赤を横断的にねかけておきます。からここもねちょっと途切れた感じがします。これでね終わりにしたいと思います。じゃあサインをねここに入れておきますね。赤い花のおしべめしべが全くなかったので、ちょっとねこういうところへ少し黄色を垂らし込みました。その後やっぱりね少しおしべめしべの黒いプツプツを入れておけば繊細な感じがするんではないかなと思います。こういう細かいこともね少しやっていただくといいかなと思います。ここですね、ちょっとここね花びらの下の方ちょっと暗くしておきます。ね、こういう細かい仕上げは
しばらく時間を置いてからやった方がよくわかると言いますかね、確実かなっていう気がします。ここちょっときついので、ここだけちょっとね薄めておきます。ここの葉っぱのつながりがちょっと弱い感じがしますので、つなげておきます。区切るのはねちゃんとプツプツ区切ってはいるんですけど、はい、最後のね仕上げちょっとだけ足しました。おしべめしべの塊のこの下に茶色で暗い影をつけました。それと葉っぱをね少し足しました。それからこの主人公の花びらの形を繊細にここを刻んでかっこよくしました。じゃあこれで完成です。